I've been wanting to be a self-employed, but I didn't have any clue. I studied a lot of things, like I read a lot of books, but I didn't have any clue to be a self-employed indeed. So today I ask about how you can be through yourself, like how you can achieve what you want. Okay, here we go. はい、こんにちは。ライフソウルデザイナーやすよです。今日も純子さんとお届けします。今日のトピックは、なんだろう。本当に変わりたいあなたへっていうようなお題で、副題としてはやっぱり行動するしか変われないっていうような話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。新しい時代が始まる、これから本格的に始まるっていう中で、これから個人個人、一人一人のその時代に入っていくって言われてるんですけど、でもほとんどの人が、どこかの組織に、所属して雇われているって形で働いている方が大半だと思います。ジョーコさんもそうだもんね。そうですね。で、日本は特に低いかもしれないですね、大きい企業。どうなんですかね、海外は。もちろん。割合はどれぐらいなんだろう。なんかアフリカ系は個人事業主が多いっていうの、もっと個人事業主って言うとあれですけど、自分で作ったものを売るっていうのが多いみたいなんですけど、アメリカの大企業はありますよね。そうだよね。だから今回のね、パンデミックで、雇用を外されるっていうか、そういう今、いろんな大きい出来事起こってきてるので、雇用されることしか、今まで自分の、仕事をやってこなかった人にとっては、ちょっとやっぱり新しい時代っていうのは、厳しいように見えるかもしれないですよね。そうですね。でも、ここ10年ぐらい、特に日本はここ10年ぐらいなのかな。2011年の3.11 ぐらいから、やっぱりもっと自分を生かしていくとか、自分らしく生きたいとか、自分を表現して何かを生み出していきたいっていう風潮がちょうど2011年ぐらいに始まって、約10年ぐらい今来てるんですけど、10年間の間、純子さんはそっちに行きたいって思いながらいろいろやってたんですか？ずっと思ってましたね。そうそう。もう10年経つもんね。ずっとそう思っていろんな本を読んだり、セミナーに参加したりしてたけど、今、組織に属するって働き方をこれまでしてきてね、なんかそこで途中で波に乗った人は、オンライン化とかも進んでたりしてね、そんなに打撃受けてなかったりしますよね、このパンデミックが起きても。そうですね。やっぱり、そのもっと前からやってる人ももちろんいたし、この10年ぐらいで自分を表現して新しい自分のスタイルを築き上げてきた人もいるし、そうしたいと思ってもそうできないで今ここにいる人もいると思うんだけど、じゃあ何が違うんだろうってことなんだよね。そうですね。何が一番違うんでしょうね。まずね、この時間働いたらそれに対して時給だったり、日給だったりで、すぐ翌月に、お給料として入ってくるっていうのがもうすごく普通だったので、ただそれがもうそろそろ限界だなとは思っていたんですけど、その働き方を蓄積されていかないので。はい、そうだね。私はこの自分のライフワーク始めて10年、11年ぐらいかな。経つんだけど、最初ヨガのインストラクターから始まって、最初のね、初任給っていうか、最初ヨガクラス持って、ちょっと教え始めた時の最初の初任給ね、2万円ぐらいだよ。だってヨガの講師なんてほら、
なんていうのうちはでもまだいい方で、その人数で折半するみたいなクラスだったんだけど、うん。でもほら、最初の頃なんて週に1回ぐらいしか持たせてもらえないし、うん。その、じゃあそれ以外でなんか積極的に活動はまだできなかったけど、2万円ってでもいうのは自分、月っていうことですか？ん2万円っていうのは一月に、そう、最初にもらったお金が多分2万円ぐらい。ああ、大変だ。うん。でも、その、自分がすごい好きなことでもらえたお金はめちゃくちゃ嬉しかったよ。うん、うん。うん。だし、別に、好きなことして生きるってそういうことだよねって理解してたから、うんうんうん。全然大丈夫だったっていうか、だからそれができるかできないかなんだよね。そうですね。でも確かに私うん。も一番最初ずっとやりたいうん。と思っていた通訳のお仕事をうんもらっうん。た時は、結うん。構、駆け出しなので、もちろん任せてもらえる仕事も、うん。今やってるような、テクニカルなところではなはい。くて、うんうん。そこの部署内にいるうん。海外から来た人のこう日常的うん。なお世話みたいな、一緒にはい仕はいはい。事とかうん。っていう感じの日常会話からスタートできるじゃないですか。うんうん。そこでもらったお給料は、もう今に比べたら、本当に半額以下だったと思うけど、うん。なんかすごい嬉しかったですね。そうだようん。ね。ま、でも、組織に属してるのと組織に属してない大きな違いは、属してないってことは、その、いっぱいもらえる時もあるけど、全然もらえない月もあるっていう、そういうこう、不安定な状態が、この自分で何かをやっていくってことなので、うん。なんていうの、そういうのも全部込みで受け入れないと始められないことかもしれないですね。そうですね。本うん。当に、その予測がつかないのが、この自分でやっていくってことなんだけど、うんうん。うん、だからそれを結局、日本なんてこの10年ぐらいでそのブームがバーっと来て、それをみんなそれがやりたいって言って、みんなやったと思うんだけど、やっぱり雇用に戻ってった人っていうのもすごいたくさんいたんですよね。うん。うん。チャレンジしたけど、やっぱりこの不安定さに不安になってきちゃうっていうか。そうですうん。ね。そう。みんなね、好きなことをやって、最初の頃は好きだから楽しいんだけど、うんうん。要するに、この不安定な状態っていうことに不慣れなので、うん。ここにみんな恐れをね、すごく強く抱き始めちゃうから、だんだん好きじゃなくなってきて、で、好きなことも好きじゃなくなってきちゃう。そして怖くなってきちゃうから、やっぱり私はこれは向いてないとか、やっぱりこれじゃなかったかもしれないって言って、元の自分の、慣れてる状態に戻っていくってことがすごく多かった気がしますね。うなるほん。ど。まあ、そいろいろと、う。うん。うん。乗り乗り越えるというか、ちょっと考え方柔軟にしていかなきゃいけない点は、うん。働き方が違うのでたくさんあると思うんですけど、はい。行動していくことで変わるうん。行動が一番大事ということで、その辺でちょっとヒントがあるうん。かなと思います。はい。結局、多分自分らしく自分の好きを生きていくために一番必要な、状態っていうか自分のあり方は、メンタルが強くないとできないってことになってくるんですよ。うん、うん。うん。で、まずやっぱり、メンタルが弱いと、その、不変、予測不可能な状態に対応できない自分だと、多分この自分らしく自由に生きていくってことをやるのはすごく難しいと思そうですね。う。うん。うん。なので、行動が大事なんだけど、行動した後に起こってくるアクションに対する捉え方っていうのがすごい重要で、うんうんううんまくいく時もあるし、うまくいかない時もあるし、うんうんお金になる時もあれば、お金にならない時もあるし、うん
人が集まる、人を集める仕事だとしたら、集まるかもしれないし、集まらないかもしれないって、本当いつもどっちかわかんない状態なんですよ。うん。うん。でも雇われてるってことは、会社がどういう状態になってるかは特に関係なくて、会社がほら、売り上げが下がってようが伸びてようが、おそうなんです。金はもらえるっていう確定があるでしょ。はいはい。うんうんうん。でも自分の個人でやっていくってことは、そういうことじゃないから、うん。自分が集められなかったらお金になりません。うん。集まったらお金になります。うん。売れたらお金になるし、売れなかったらお金にならないってすごいね、ダイレクトなんだよね。うんうんうん。うんうん。で、これにみんな耐えられないの。耐えられないんです。そうだね。だって、自分のそこで、自分の結果がもうダイレクトに見えちゃうから、うん。ここに苦しくなっちゃう人がすごく多いなっていうのは、ここ10年ぐらい見てて思いますね。みんなのやり方とか状態とか見てると。うんうん。うん。なので、もちろん行動がすごく大事なんだけど、うん。うーん、同時に、だけどやっぱり行動しないとこのメンタルを鍛えるっていうのは実践しないと鍛えられないから、やっぱり自分の好きなことをチャレンジするっていうのはすごく大事になってきていて、で、そこに出てくる結果が出た時に、いつも自分がどういう捉え方をしていけばいいのかってことを繰り返し繰り返し練習していくしかないんですよね。うんうんうん。その、うんうんうん。しながら、自分うん。のメンタルも強化していくっていう感じです。そう、同時にね。ううん。ん。うん。なので、やっぱり、それを支えてくれる存在がいた方が私はいいなとは思ってるけど、うん。うん。自分で始めて、新しく始めることだから、自分で始めて、で、自分で結果が出て、それに一喜一憂し続けていくと、自分自身が不安定になっていっちゃうので、その捉え方とか考え方を教えてくれる存在がそこで初めて必要になってくるのかなっていう感じはする。うんうんうん。うん。なので、私にはそういう存在がいたから、うん。乗り越えてこれたっていうか、うん。それはすごく大きかったかも。だから自分の好きなことをやりながら、行動しながら、それを精神的にサポートしてくれる存在っていうのがいるかいないかでは多分全然違うのかなっていうのは経験的に思います。そうですね。うん。うん。なので、行動しながら、やっぱり人脈かな、やっぱもっとあと大事になってくるのは。うん。行動しながら人を仲間を見つけていくっていうか、自うん。分の味方を増やしていくっていうやり方ができれば、必ず自分の好きなことは形になっていくんだけど、どうにか自分一人でやろうと思うと、まだいろいろ脆いので、うん。精神的にどんどん弱くなっていっちゃって、で、だんだん自分でもやらなくなっていっちゃうっていう人が多いのかなっていうのは、うん。なんとなくずっと見てて感じることです。うん。まあ、うん。純子さんはどうですか？好きなことやりたいって言いながらも、うん。だいたい、それでもなかなかほら、自分一人でよーしってスタートしようと思っても、うん。なかなかできなくないですか？まあ、今までできなかったんですよね、ずっとね。うん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 。で、今、そまあ、行動し始めて、まあ、この YouTube ビデオを具体的に今スタートしていて、う。うん。その中でもなんか気持ちがぐらつくことはあるんですけど、うん。もちろん安代さんが支えてくれているのもすごい感謝ですし、あうん。とその過去にね、通っていたコーチングスクールの仲間がなんか手を差し伸べてくれたりとか、うん。なんかそういう自分がなりたい未来、まあ、その個人事業主としてやっているような人たちからのサポーうん。トをなんか受けれていて、なんか、まあ、幸運だなと思いますね。うん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 。
なので本当に一番ベストなのは、学び学びながら行動、もうすでに一緒に同時に行動していけると一番波には乗りやすいんだよね。うん。なんか学びがしっかりできてからやろうっていうよりも、学びながらもう自分のその行動も同時に始めてっちゃうと、同時進行でどんどん進んでいくことができるので、うん。あの、結構やっぱり特に、海外の人はどうかわかんないけど、日本の人って真面目だから、ちゃんと学んでからじゃないとできないって思ってるところがすごい強くて、うん。全部学んでから始めなきゃとか、うん。しっかり取得して、もっともっとできないとやっちゃいけないと思ってる人がすごい多いと思うから、そこが結構ネックかなっていう感じはする。うんうんうん。うん。それ人間が、人間心理として、ちゃんとしたものじゃないと伝えてはならないっていう、すごいこう、なんだろうな、完璧主義みたいなところが、人間には誰でもあると思うんだけど、うん。それよりも、自分が知ってることで誰かの役に立つことがあるんであれば、もう少し柔らかく、提供していけるような自分自身になっていくといいのかなっていうのはありますね。うんうんうん。うんうんうん。それが海外の人とか、日本人だからっていうわけじゃなくて、多分完璧主義タイプの人って多分そういうところがあって、うん。ちゃんと、でもちゃんとするってそもそもどこら辺まで来たらちゃんとなってるのかっていうのはわからないよね。うん、本当にパーフェクトな状態ってないですからね。本当にパーフェクトな状態っていうのはありえないので、うん。だから自分が今できることを今やっていくってことを繰り返していった方が、自分の成長にもつながるし、自分のメンタルもやっぱりどんどん強化されていくので、トライアンドエラーじゃないけど、うんうんうん、うん。やっぱりその行動を速やかにどん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 できる人の方が、結果的にはやっぱすごい成長してるんじゃないのかなっていうのはあります。はい。うん。はい。なので、結構やっぱ私の周りの、そういう自分の好きなことをライフワークにされてる方は、失敗の数のがやっぱり圧倒的に多いっていうのがよく言われてるとか、その本人にもよく聞くけど、うんうずんうん。っとうまくいってるように一見外の人には見えるかもしれないんだけど、失敗は、なんていうのかな、表面的にわからないっていう感じってみたいですね。だから本人が別にうまくいかなかったことに対していちいち落ち込まないので、うまくいくものを脱出までずっとやり続けるから、うん。だから表面的にはあの人いつもうまくいってるよねっていうふうに見えるだけで、その、うまくいくまでの間に全然うまくいかないものもたくさん出してるってことなんだよね。うんうんうん。うんうん。で、うまくいかなかったら、引っ込めるだけでいいんだよっていうふうによく言われました。あ、なるほどひね。そう、引っ込めるっていうのは、別に誰も見てないんだから、そうん。れをただ自分から引っ込めればいいっていうか。そうですよね。そう。でも、やっぱりメンタルがまだそういうふうに鍛えられてないと、うまくいかなかったことにすごい執着しちゃうので、うんうん。次を出すのがすごい怖くなっちゃうんですよね。うんうんうん。うんうんうん。だから結局うまくいってる人っていうのは、うまくいかなくても気にせずに次を出して次を出して次を出してってことをただ淡々とやってる人が、結果的にはうまくいくっていうことになってるだけなので、そういう意味でやっぱり行動し続けることが大事なんだよねっていう今日は話を伝えたかったです。そういう意味でもね。うん。うんうんうん。今日はそんな感じかな。はい、ありがとうございはい、ありがます。とうございます。See you guys.